フィギエモンです。今日は前の動画でお話しした通り、羽生結弦展とグッズのレビューをしていこうと思います。ご覧ください。こんな感じで私は久々に渋谷の街に繰り出しました。半年ぶりぐらいですかね。羽生結弦展初日の12月16日水曜日の夕方頃に予約していたので、その時間を目指していくことにしました。こんな感じで撮影したのはハチ公前なので、渋谷にしては人が少ないかなっていう印象ではあったと思います。渋谷駅から6分程度っていう風な Google マップでね検索したところそう書いてあったので余裕かなと思ってたんですけれども、何しろ行ったことがない場所だったんで、途中からねスマホで Google マップを見ながら行くことになりました。6分だから15分もあればちょっとわからなかったとしても着くかなって思ってたんですけれども、これがね結構大間違いでした。これからね東京会場に行く人はちょっとね気をつけてほしいと思います。なんといっても今までこういうイベントに行く時っていうのは羽生結弦展だったらそれらしき人がたくさんいたんですよね。だからその人がね来る方向をめがけていけば大体着くかなっていう感じだったんですよ。でも今回は1回ね多分50人程度の人しかチケットが取れないようになってたんですよね。だからそれらしき人が見かけないんですよ。本当にね歩いてる人もほとんどいないっていう感じで、会場の近くでここだろうって予測できなかったのでちょっと気をつけてほしいです。でしかもね渋谷なのにかなり閑静な場所に会場があります。私かなりの方向音痴なんですよね。それでもう近くをねうろうろしてたらなんと裏についちゃったみたいで、いきなりね羽生結弦店に並ぶ列が出てきました。人がいない中でいきなり列があったんで、これかなと思ってスタッフの人に声をかけて、やっとねこれが羽生結弦店の列だっていうことが分かったっていう次第です。そこに行くまでねポスターの一つも見かけなかったので、私が裏から入ったっていう理由があるんですけれども、本当にね気をつけてほしいと思います。で着いたら把握できるようにテレビでね放送された建物を私覚えてたんですよ。ちゃんと行く前にねちゃんと覚えとこうと思って見てたんですけれども、それでもほとんど意味なかったですね。テレビで見るよりも建物は本当小さいです。見る方向からにもよるとは思うんですけれども、それでね並んで気づきました。なんとせっかく行くからフィギエモンプーさん連れて行くって言ってたんですけれども、忘れてしまいました。もうね慣れないことをやると忘れてしまうんですよね。だから今回は残念ですが、プーさんは合成で参加ということで許してほしいなと思います。でねフィギエモンプーさんには今度連れて行くからねって約束して、プーさんに私は謝ることにしました。ごめんなさいということで、それはそれでねみんなこんな場所スムーズに来れてすごいなーなんて、この列に並んでる人を尊敬しながら待っていると、だいたい5分後ぐらいにねその列のまま移動になりました。だからチケット取った5分後ぐらいっていう感じですね。でこんな感じでエスカレーターをねみんなでゾロゾロ上がっていきます。この写真はね後から撮ったので人はいないですけれども、こんなねすごいこじんまりとしたエスカレーターを登っていくと、こじんまりとした会場が出てきます。羽生結弦店の会場は2階なんですけれども、入り口に入る前に1人ずつ体温を機械で測って、その後チケットをね提示して中に入るっていう、もう徹底的に1人ずつ入るっていうようなシステムでした。でね、私が行った会の方々はほとんど誰ともおしゃべりすることがなく、みんな黙っていたので、ほとんどの方はね多分お一人で来ているような感じでした。
で、私もね、一人で行ったんですけれども、みんな一人で行くイベントってね、なんだかすごいなと思ってしまいました。平日だったからっていうところもあるかもしれないですよね。で、これが入り口に入る前です。左に見えるのがグッズ販売の場所です。入り口正面のところに一人一人が時間を取ってもらえて、好きなように撮影できるのがすごく良かったですよね。で、前行った高島屋だったかな、その羽生結弦店なんかだと人がいなくなることが本当にねなくて、大勢の人でしたから、撮影できる瞬間っていうのがねなかなか持てなくて大変でした。今回スマホで内側のねインカメラで自撮りしてみました。でね、羽生結弦選手の写真とツーショットも撮ってみました。恥ずかしいけどちょっと時間をね私撮ってしまったんですけれども、動画と自撮りと写真と3つ撮ったので、でもね何も言われることなく、ゆったりとね撮影することができました。ちょっとしたね満足感ですね。撮影を満喫した後、羽生結弦店の会場に入っていきました。するとね、いきなり震災の様子の写真が飾られています。で、そこから1メーターぐらいですかね、進むと、テレビでも放送していた羽生一家が避難所で過ごしたスペースが縁取られているんですよね。で、ここ通っていいよって書いてあるんですけれども、上をね、歩いてみると、本当に狭くて、羽生家は4人家族ですよね。大人4人。そう考えると、もうね、これ寝れないんじゃないのっていうようなスペースでした。ここで過ごしたのかと思うと、本当にね、私ショックを受けてしまいました。震災でね、知らないことがまだまだあったんだなっていう風に感じましたね。で、そのスペースを過ぎてもなお、震災のリアルな写真が展示されていて、もうなんか見れば見るほどね、この時点で2011年に引き戻されたような気分になりました。でね、前の方が進まないと、進むことも難しかったので、あんまり進みが良くないんですよね。そうなると同じ場所にいて、こうじっくり写真を見ることになるわけなんですけれども、そんな感じで写真を見ているうちに、あの時の悲惨な現状、そんなものをね、私の中で思い出していました。で、気づいたら、こうなんか溢れるような気持ちになってしまって、泣いてしまいました。泣いちゃうの私みたいなね、いう感じになっちゃったんですけれども、耳を澄ましてみると、先の方で鼻をすする音がね、聞こえました。で、お顔は見えませんでしたけれども、何人かね、他の方も泣いていたのかなっていう感じの音でした。だからね、羽生結弦店行って泣くっていうね、これから行く人は泣くかもしれないと思って、ちょっと覚悟をして行かれるといいんじゃないかなと思います。ハンカチをね、用意しておくといいと思います。こんな感じで感傷的になっているところへ、羽生選手の震災テーマの3衣装が最後に飾られていました。順路から行くと、レクイエム、悲壮、ノッテステラータの順で並べられています。そもそもがね、そこの会場で見ている人が少ないので、衣装の真ん前でじっくり見ることができました。で、この衣装をね、見て思ったのは、悲壮はね、思ったよりスワロフスキーの粒が大きいものが使われているんだなっていうことです。これはね、演技や写真などからはちょっと分かんなかったですね。初めて近づいてみて、こんな大きいスワロフスキー使われてるんだっていうような感想でした。で、3つの衣装の他にも、ホープ&レガシーや青い方のパリの散歩道、生命なんかの衣装も前の羽生結弦展などで見たことがあるんですけれども、スワロフスキーがやっぱりね、全部の衣装の中で、私が見た中ですけれども、一番大きい印象でしたね。比べると、ホープ&レガシーが一番ちっちゃいサイズのスワロフスキーが使われていて、繊細な作りだったなという印象です。で、ノッテステラータは思ったよりも細かい作りになってなかったです。もっと繊細な作りなのかなって思ったんですけれども、意外と
こんな感じかっていう印象でした。だからね、実際に見てみると衣装でもこんなに違うんだなって思いましたよね。それに衣装はやっぱり衣装なのだなっていうことも感じました。だってね、衣装を実際に見るよりもテレビで羽生選手が滑ってる瞬間が一番綺麗だって思います。だからその瞬間のための芸術なんだなってね、改めて感じました。あとはね、被装が片方の腕のところがグラデーションになっているんですけれども、多分ねエアスプレーかなんかで染めていると思うんですよ。で、元々の生地がかなり薄かったので、これね脇とか結構見えるなっていう感じでした。思ったより薄手の素材でびっくりしたっていうのもありましたね。で、一番最後のところにグッズが並べられていたんですけれども、それはね手に取ることは禁じられていたんですけれども、かなりのところまで近づくことができました。でね、こっちもやっぱり衣装と同じで写真で見るのと印象が違っていましたね。オンライン販売で買うのもいいんですけれども、やっぱり実際に見てから買うのはいいなっていうふうに思いました。巾着は割とねオンライン販売の写真と近いところがあったと思います。で、レクイエムの巾着は裏がねリボンと同じ綺麗なアクア色になってて、被装の方の巾着はこれもまたリボンと同じ色のブルーになっていて、表と色が違いましたね。ノッテステラータだけ裏地が白だったので、そんなにね違いは感じませんでした。で、シュシュは写真よりもレクイエムと被装の柄の部分がくすんでいたんですよね。だからノッテステラータが一番綺麗に見えましたね。で、トートバッグは思っていたよりもサイズがちょっと小さめで、もう少し大きかったらよかったなっていう印象です。それから膨らますタイプのランプ、これはねなんか想像したより全然大きくて、手のひらに乗せたら手のひらをはみ出すぐらいの大きさです。でね、私がここで買ったのは2品です。買う前にこの紙を渡されてどれにするか伝えるっていう形だったんですけれども、私これね持ってなかったんで渡されたんですね。で、レジに行ってこれとこれって言ったら書いてくださいって言って購入数を書きました。こんな感じでホイッスルとハンカチ、この2点を試しに買ってみました。で、左側の方が最初私が前の動画で紹介したセット販売の方ですね。で、右側が追加された単品でも購入できるものです。で、私ねもたもたしてたらこんな感じで2点あったからか袋に入れてくれちゃったんですよね。これは普通のなんてことない何も書いてないバッグなんですけれども、この2点です。最初ね単品で売るものはないっていう情報だったので通販でね全て買おうかなって思ってたんですけれども、こんな感じで急遽ソーラーライト手回し充電器付きラジオ ID ホイッスル 2way シェードライト折りたたみクッショントートバッグハンカチ A4 クリアファイルを売ってくれていたんですよね。でね、このID ホイッスルは最初見た時からなぜかね欲しいなってすごい思ってたんですよね。それで買っちゃいました。で、中を開けるとこんな感じで小さいサイズの紙です。
これがね、入ることができるんで、この紙を変えて告白するのもよし、暗号を書いて入れておくのもよし、髪の毛を入れておくのもよしです。震災って思うと、髪の毛やね、爪なんかを入れておくと、誰かをね、特定するときに役立ちそうですよね。じゃあこれ吹いてみますね。今ね、そんなに全部の力で吹いたわけじゃないんですけど、こんな感じです。結構うるさいと思います。で、ハンカチの方なんですけれども、こちら。私ね、見るまで買うつもりなかったんですよね。だって今タオルハンカチばっかりで、ハンカチって使う機会がないですよね。でも、これね、色と輝きが本当に綺麗で、こんなにね、艶っぽいんだなと思って、ちょっと惹かれて買ってしまいました。で、ちょっとね、開けてみます。こんな感じです。わかります？結構艶っぽいんですよ。光によって分かりづらいとは思うんですけれども、どうでしょうか。で、透け感はこんな感じです。結構素敵ですよね。こんな感じ。で、買った時のレシートがこちら。ちゃんとね、これ見えます？羽生結弦店って入ってるんですよ。すごくないですか？ちょっとレアだなと思って。いつもならね、すぐに捨ててしまうっていうレシートなんですけれども、これはちゃんと読んでみてよかったなって思います。まさかこんなこと書いてあると思いませんでした。このハンカチなんかすごくおすすめなので、参考にしてみてください。で、実際のグッズを見てみて、私がね、買おうと思ってるのが、ノッテステラータのシュシュとレクイエムの巾着、何枚かのクリアファイルです。あとね、迷ってるのが鏡です。鏡はもともと持ってるものがあるのでいいかなって思ってたんですよね。でも実物を見てみたら結構綺麗で一つ欲しいなっていう感覚にもなってきました。そして羽生結弦店の帰り道はこんな感じでね、見事な夜景になっていました。ここは羽生結弦店東京会場に行くときに通る道なので覚えておくといいかもしれません。そしてスクランブル交差点はこんな感じ。以前よりは人通りが少ないですが、それでもたくさんの人がいましたね。ということで、今日は羽生結弦店のレポートとグッズの紹介をしてみました。いかがだったでしょうか？これからね、全日本という楽しみがある中で、羽生結弦店もあって本当に楽しすぎますよね。一緒にフィギュアスケートを羽生結弦選手の新プログラムを楽しみにしていきましょう。またお話ししたい話題が出てきたら動画をアップしようと思いますので、動画を見逃したくないっていう方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後にプーさんジャージ脱ぎをしますので、ぜひ羽生選手の6分間練習を想像していただければと思います。ひげもんでした。さよなら。